SD ガンプラキットの制作動画です。塗装パートその1の動画です。1993年発売のキット、超気候神ガンジェネシスを作っています。SD ガンダムバリエーション気候神伝説からのキット。今回は気候神エルガイヤーの色分けペイントです。BB 戦士ナンバー121です。素組みで組んだパーツは塗装に向けての下処理としてミスタースーパークリア艶消しを全体に吹きマットな塗膜を作ってあります。今回は塗装パートその1です。まずは GB 戦士仕様のエルガイヤーを色分けしていきます。まずは下地塗装です。使用したのはファレホのモデルカラーホワイトグレーです。マットな塗膜を作ってベースにするという目的なので水で溶いて薄く色をのせていきます。ホワイトグレーは少しグレーがかった白なので白ほど強く色を押し上げず自然な発色になります。隠蔽力が弱い色を塗る場合でも黒や濃いグレーの下地より明るく発色させやすいです。白の発色を邪魔しない程度に落ち着いた明るい万能下地として使いやすい色です。頭部、脚部、胴体、腕部、ノープルクラウン、エルフライヤーそれぞれに色分け箇所があったので下地として入れています。ナンバー117エルガイヤーとナンバー121ガンジェネシスは BB 戦士の SD ガンダム外伝シリーズの中でもかなり特徴的です。ナンバー117には GB 戦士仕様のミステリーナイトネオガンダムが付属して、ナンバー121はエルガイヤーを含む気候神たちが合体する超気候神ガンジェネシスを立体化しています。ガンジェネシスは1993年頃に展開された SD ガンダム外伝気候神伝説に登場する6体の気候神が合体して完成する超気候神です。ナイトガンダムの世界に登場する巨大ロボットプラス合体ロボットという位置づけです。ナイトガンダム系の世界観でありながら、ナイトたちが巨大な騎兵に乗り込むという展開が強調されて、その流れからさらに複数の気候神が合体するというギミックに発展したのがガンジェネシスです。ファレホはスペイン発祥の水性アクリル塗料です。特に模型、ミニチュアフィギュア、水性アクリル塗料を中心に様々なシリーズを展開していて、筆塗りに適した塗料が豊富なのが大きな特徴です。日本のプラモデルでよく使われる溶剤系塗料とは違って、基本的に水で筆を洗える水性アクリル系なので、匂いが比較的少なく、室内での筆塗りにも使いやすい塗料です。モデルカラーは、模型やフィギュアなどの精密な塗装を幅広くカバーするシリーズです。ゲームカラーと比較すると、より落ち着いた色調や自然な色合いのカラーが豊富で、軍用模型、歴史的ミニチュア、フィギュアなどにも幅広く使用できます。モデルカラーは、落ち着いた色から微妙な色調まで幅広い模型塗装に対応しています。緑です。モデルカラーのライトグリーン。続いてモデルカラーのダークグレーを使用しました。頭部、胴体、脚部に真っ黒ではなく少し明るさを残した濃いグレー。黒一色で塗るよりも模型のディティールが潰れにくいです。黒だと強すぎると感じる箇所におすすめ。黒よりも少しだけ柔らかい印象になるためレトロな SD ガンプラの塗装にも合います。メカ・ガンダム系との相性が良い。SD ガンダムや BB 戦士の関節、武器、バックパック、装甲の隙間などに使いやすい色です。特にガンメタル系の下地として使うと金属感を落ち着かせることができます。黒の代用としても使えます。ウォーハンマーカラーのテクニカル、溶剤塗料のラーミアンメディウムを使って薄めながらムラにならないように塗装を重ねました。塗料を薄めながら色の濃さをできるだけ保つための透明なメディウムです。水で薄めるよりも塗料の色の成分を維持しやすいです。筆塗りで塗料の粘度を調整したいときに便利な塗料です。スポットで青です。モデルカラーのブルーです。ここから金色のペイントです。ウォーハンマーカラーのベース、レトリビューターアーマーゴールドです。頭部とニーディフェンサーに。粘性高く扱いやすい、隠蔽力も強めの金色塗料です。BB 戦士の戦国伝、外伝、三国伝のキットではとにかく多用しているカラーです。頭部、胴体に主に。
金属色は下地が透けたり、何度も重ねないと金属感が出なかったりすることがあります。レトリビューターアーマーは少ない塗り重ねでもしっかりとした金色に見えやすいのが魅力です。SD ガンダムのように細かい金色パーツを大量に筆塗りする場合、これはかなり大きなメリットです。ウォーハンマーはイギリスのゲームズワークショップが展開するミニチュアを使ったテーブルゲームです。そのウォーハンマーに登場する細かなミニチュアフィギュアを筆塗りで美しく仕上げるための専用塗料として開発されたのがシタデルカラーでした。白を上塗りしました。モデルカラーのホワイトグレーを再び使っています。エルガイアは SD ガンダムの SD ガンダム外伝機甲神伝説に登場する主人公格の機甲神です。人が乗り込むロボットではなく、意志を持つ巨大な機甲神であり、物語の中心となる重要な存在です。物語ではエルガイアを中心に複数の機甲神が集結して、最終的にガンジェネシスへと合体します。BB 戦士ナンバー117のエルガイアのキットには、ミステリーナイトネオガンダムが CB 戦士仕様で付属していました。ネオガンダムがエルガイアに乗り込むことで、ナイトガンダム系のキャラクターが巨大ロボットに登場するという、当時の SD ガンダム外伝としてはかなりメカニカルな展開になっています。ここで赤です。ゲームカラーのブラッディレッドです。胴体中央やノープルクラウン、これまでのカラーのはみ出し箇所にも塗りました。ゲームカラーは主にゲーム用ミニチュアやフィギュアの塗装を想定したシリーズです。ミニチュアを筆塗りで効率よく塗装する用途との相性が良く、鮮やかで目を引く色が多いのが特徴です。SD ガンダムやキャラクターフィギュアを塗る場合でも、発色の良い赤、青、黄色などを使いたいときに便利です。使用した筆は模型塗装用の面相筆1本です。このパートで塗装に要した時間は約60分でした。塗装後は水性トップコート、艶消しを吹きかけ、乾燥させて完成です。色塗り終わったパーツを組み立てます。左腕、右腕と順にボディパーツに取り付けました。エルフライヤーを背中にジョイントしました。頭部にノープルクラウンを取り付けました。これで完成です。フロントビューからリアビューです。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー121超機甲神ガンジェネシスのキット塗装パートその1エルガイアーのパーツの塗装をしました。次回に引き続きます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。